多分入っちゃったかな。今回はどれでよね。OK。Hello, Ski. Hey, S, M, R, no, ASMR。英語でもいいけど、日本語でもいいんだよな。どっちでもいいんだけど。英語、半々かな、多分。OK。どれでいる？ OK。そう、今回は、お元気ですか？おやすみじゃな。なんか日本語がおかしくなってきた。ちょっと音量を少し上げて。そう、今回は前回の動画とちょっと違って、なんか前回のはほんと即興でセットを作り上げたから、今回はもうちょっとだけ頑張ろうと思って、はい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 みたいな感じでいろいろセッティングしました。最初日本語だけで話して、その後英語だけで後で話すかも。そっちの方がいいかもしんない。もしかしたらなんか日本語だけ聞きたい人とか英語だけ聞きたい人とかいるだろうから、ということで最初は日本語です。すごいなんかあっちゃかめっちゃかしちゃう。まあいいや。それで、今回はもうちょっとだけなんか即興じゃなくて作ろうと思って、僕のこのセラピールームで、それでも結構即興なんだけど、昔みたいな感じではないんだけど、カメラ置いて、で後ろのライト置いて、手前にもライト置いて、前回暗すぎたからあんまりカメラが僕の顔を見てフォーカスしてくれなかったと思うから、ということで、そう前にも言ったけど、壁紙が薄紫、パステル、パープルだから、でこれなんか紫の光にしたんだ。なんかすげえ紫っぽいよね。そう、あれと髪がさっぱりした。あんまり昔はなんか髪型とかいろいろ気にしてたんだけど、なんか今はなんかもうとりあえずさっぱりすればいいやみたいな。短くなれば長くしてもいいんだけど、短くしてみたいなね。んでさっぱりそれからいいやみたいな。でなんかへんてこな髪型になってもなんかどうせ伸びるからいいやみたいなね。なんかそんな感じでになっちゃったかな。っていうのも僕はイギリスに住んでるんですけど、もう知らない人がいたらだけど、イギリスの美容院とか床屋って結構やっぱアジア人の髪を切るのがあんまり得意じゃないっぽくて、っていうのもこっちの人って結構髪質がすっごい細いから、東洋人の髪質と全く違う
イなのか何なのか、なんかとんでもない髪型になっちゃったから、もうなんかまあ諦めな感じで、なんか気づいたらもう結構時間経ってたみたいなね。今25だから、そうだね。あ、そう今が9月だから、今月で丸14年、そう2011年の9月にイギリスに来て、で今も2025年の9月だから14年だから15年目になるのかっていう感じで、なんか時が経つのが恐ろしく早く驚いているよっていう。時々ワンちゃんの声が聞こえるかも。うるさすぎなかったらまあ消さないかもしんないし、まあうるさすぎたら消すかも。消すっていうか、その編集、そのワンちゃんが下にいるのでっていうね。まあいいやっていうことで、そう少しもね、昨日剃ったんだけど髪じゃないヒゲか。昨日ヒゲ剃って、まあ今入って見えるかな、入ってきたから多分音聞こえると思う。こういう音好きな人いるのかな。なんか変な顔になってる。そう、ちょうどここにディスプレイがあるから、それでその自分がちゃんと入ってるかを確認しながらまあ撮ってるんだけど、なんか久々になんかタスキャム使ってみたいなとも思ったかな。結構なんか本当に久々に ASMR に帰ってきたけど、ほんとここ最近は全然 ASMR 自体見てなかったから、今なんかどういうのが流行ってるのかよくわかんないし、でもなんか時よりやっぱコメント、僕がいない時にコメント残してくださってた人とか結構いて、だから嬉しくて、なんか見るたんびにみたいな、すごくありがたいっていうね感じでした。なんか今回なんかシリーズみたいに言っちゃってるけど、今回ぐらいからまあもうちょっとなんていうの、自己主張、でも自分のチャンネルだから自己主張ないよね。なんかパーソナリティをお届けみたいな、なんか前そんなことやってなかった。なんか前はね、結構そのなんていうの、なんかみんなにいい音を届けなきゃっていう、なんていうの、そういうのに駆られてたから、結構なんかそんなパーソナリティ出てなかったんじゃないかななんて。かといってまあそんなに大きいパーソナリティを持ってるわけではないので、あしからずすごいあんまり日本語を喋んないからやっぱ忘れちゃうんだよね。正しい日本語をね。だからこれまあいわば綺麗な日本語を喋れないの。まあ日本語を
かあんまりこれに意図はないけど、雑談。今日雨降ってて、昨日も降ったのかな。で、雨だと思って。で、さっきジム行こうとしてたの。で、ジム行こうとしてで、ちょっとソファーに座ったらなんか行く気起きなくて、でも行きたいんだけど、なんかはって気づいたらなんか時間経ってたよっていうね。なんかそういうのありません？なんか携帯見てて、なんかインスタグラムとか見ててとか YouTube とかでもそうだけど、なんか10分だけって思ってパッて見たらはって気づいたら1時間みたいな、うわみたいな、時間を無駄にしたっていうね。これから多分だからなんかアラームセットした方がいいのかもしれないけど、そういうので、なんかそういうなんだっけな、なんか結構さっきはインスタグラム、自分のヒーリング用のインスタグラムページで、なんか虫眼鏡マークとかあるでしょ。サーチとか見てて、なんかいろんなリールが出てくるから、やっぱスクロールしてて、なんかいろいろ見入っちゃったっていうね。なんか石のこととか、そういう日本語で言う、今の日本語で言うスピ系の感じ。まあもともと今僕がやってるやつがまあスピ系だから、一応ヒーラーだから、まあね、いろいろ見たりしてるって感じだよね。てか今気づいたけど、今日ね、さっき出かけてたんだ。それで帰ってきてジム行こうと思ったから、このフーディーの下、実はジムの洋服、ジッパーの時これよね、多分。ゆっくり。そう、見えるかわかんないけど、ジムの洋服で、下もジムの洋服着てるんだけど、そうで行こうと思ってたんだけどね。後で行くかも。なんかやっぱり体っていうよりも結構心、メンタルにいいから、なんかジム行って運動しないと自分の軸がまっすぐだったものがなんかこうなったりこうなったりする感覚ね。ヒーラーだからってか、まあレイキヒーラーって言って日本じゃそこまで伝わってないと思うんだけど、日本発祥のものなんだけどね。調べるとわかるよ。まあ一応クライアントさんが僕のこのセラピールームに来てくれるわけですよ。それでまあクライアントさんとのそういうレイキヒーリングセッションをするんですね。でやっぱ自分はそのヒーリングをする側だから、やっぱりなんていうの、精神ともにトップコンディションでいたいなっていうのがやっぱあってですね。今ちょうど話してたのだけど、いきなり電池変えてくれってカメラに出たから、わやべえと思ってさってやって電池を買いました。これね、一番最初のね電池なんだ。だからね、このカメラを買ったのが覚えてないです。動画に載っけたんだよね、アンボックシングで。その時は違う家に住んでいて、
最中だった気もするんだが、5年前ぐらいかな、多分そんな感じかも。だから結構ね危ないんだよ。危ないんだけど、さっきこれしか見つかんなくて、これで録画し始めたよっていうね。で、何が危ないかっていうと、これ5年ぐらい経ってるから、中がね膨張し始めちゃったんだよね。それでもなんか時々使ってしまうっていうね、良くないから良い子は真似しちゃいけませんっていうね。だからね、この電池自体がなんかもう持ちが悪くて膨張してるから、ちょうどいいからそう、膨張してるからもう使いません。なるだけあと指で1個持ってるから、3つ持ってるんだけど、こっちか、3つ持ってる。そう、数の数え方って結構そういえば違くて、すごい話それるんだけど、その日本だと12345678910かな。だけどこれ他の国、ヨーロッパもそうだと思うんだけど、イギリスだと12345678910って感じなの。だからなんか数の数え方が違うっていうね。アメリカは多分123かな、わかんないの。アメリカそんなことないかな。でもちょっとしたトリビアでしたっていうことで、さっきの霊気の話に戻るけど、そのやっぱクライアント様が来るから、やっぱ自分はトップコンディションで痛いわけだよね。そうだからやっぱ瞑想したりもするし、コンディション整えておくみたいなね。だから必ずやっぱお部屋もそのグレンズっていうのかな、簡単に言えばまっさらにしてクライアント様を迎えるっていうね。でクライアント様が帰った後もやっぱその方のエネルギーとかが残るわけよ。だからそれもまたきれいにしなきゃいけないからクレンズしたりとかするけど、やっぱエネルギーなんて言ったら分かりやすいんだろうな、日本語で。なんかオーラかな、オーラに関わったヒーリングをしてるって言えばいいのかな。なんかね、なんかよくなんかさ、ちっちゃい時とか転んだ時にさ、なんか痛いのどんだけとかってあるじゃん。やられたかとかわかんないけど、親御さんからみたいな、その感じ。要するに一番そうなんだけど、人間の手っていうのはすごいなんかこんなこと話す予定じゃなかったんだけど人間の手っていうのは一番そのエネルギーが出てるんだよね。だからそのエネルギーを使って他の人のその治癒能力を高めるって言った方が正しいのかな。あとはそのエネルギーを利用してなんか違うこと、基本的にはヒーリングだから人を治癒するとか、例えば外傷とか、あと内傷とか、あとは
そういう心の痛みとか傷とかそういうのもそうなんだけど、そういった関連でなんか今すごい一気にスピな感じにいっちゃったけど、そうで、まあ今度もし聞かれたら話すかもしれないけど、そう僕はなんで霊気なのか、霊気と気候似てるんだけどちょっと違くて、イメージ的には気候って多分日本でもっと浸透してとかイメージつかみやすいと思うんだけど、気候はその人の自分の気の力を使って、その患者さんの治療を、ヒーリングセッションをするって感じで、霊気は霊気ヒーリングってのは漢字で書くと幽霊の霊に気候の気なんだけどは、自分のエネルギーを使わないで、自分がそのなんていうの、自分の体を仲介してその人だから多分宇宙のエネルギーとかから、他のものからエネルギーをもらって、そのエネルギーを自分を媒体して、そのヒーリングを行うって感じなのね。バイクがなんか通ってるね。だから違うんだけどね。僕の場合はどっちもできるんだけど、やっぱ自分の力を使うと後ですごい来るわけなんだ。で自分のやっぱ力を使うとその分だけやっぱね、後で感覚がすごいから、霊気だとそれはないから、ヒーリングするっていうね感じ、すごいカジュアルにまとめてしまったけどって感じで、なんかクライアントさんで言うとなんか全くよくわからないっていうような人とか、あとは霊気を勉強したことあるっていう人とか、僕の場合は霊気を勉強したことあるっていう人が来たりするのが多いかな。なんか人それぞれだけどね、一応エネルギーだからその遠くにも飛ばせるし、例えば今送ったからって今受け取るわけじゃなくて、例えばじゃあ1ヶ月後とかにもできるし、いろいろまた詳しいことは話すタイミングがあれば話すけど、そういうことが可能っていうね。なんかね、こういうこと話すつもりじゃなかったんだけど、雑談としてなんか興味深かったら調べてみて。もうどれぐらい撮ったのか覚えてないけど、今見えないんだよねあんまり。いいや。そう、それなんかね、今日はね、これ話してあれさ、これ話してこれってなんかすごいいっぱい散らばってる感じ。そういえばね、今日ね石をつけるの忘れたんだよね。だから今日ガチャガチャ言ってるのに、今日時計しかつけてないっていうね。石も石で直さなきゃいけないんだけど、やばい、あくびしちゃってっていう感じで、なんかね、今回はねゆるくやっていこうかななんて。なんかね、今まではね、やっぱその頑張ってたんだけど、
やり方変えようかなっていうね。なんかね、外にね車がいるからうるさいんだ、ごめんね。気になるよね。まあ多分僕だけかもしんないけど。っていうかこれ、この宇宙人違うな、宇宙飛行士すごい可愛いでしょ。なんかね、そう照らしてくれてんのでね、こっち向きたいんだけど、そうするとね光がね全部パンってそっちに行っちゃうからね、見せれないんだけど、後ろ姿だけで。この子は今ね、ベッドの上、患者さんのベッドの上、クライアント様用のベッドの上に置いてあるんだ。そうすると光るから、ちょうど距離がね、なんかバックグラウンドみたいにわーみたいないろんな色に輝くんだけど、可愛いですよっていう紹介です。なんかね、そう、前回紹介した時よりも新しいのを持ってるから、紹介したことあるかな、覚えてないんだけど。そう、それでまあヒーリングで、そのクリスタルヒーリングってのもやってるから石も使うわけだ。例えばさ、今パッとあったんだけど、こういうの前にも動画でやったよね、多分見えるかな。これ緑の石なんだけど、これはグリーンアベンジュリンっていうカタカナがわかんない。グリーンアベンジュリン、ごめん、日本語宇宙でグリーンアベンジュリンっていうね石でね、緑で、一応その第4のチャクラ、つまり心臓なんだけどに効くっていうね、ハートの石です。で、一説によると緑、もう一説によるとピンクって言って、例えばローズクォーツってあるじゃん、日本だと多分恋愛の石みたいな、あれもピンクだから、そのハート第4のチャクラにいいんだよね。だからまあ僕も持ってるんだけど、こういうね、これはなんか原石みたいな感じね。見えるかわかんないけど見えるよね。そうだから使ったりするし、自分の瞑想の時も使ったりするし、なんかいろいろだから、例えばパワーストーン好きな人は結構面白い話って思うかもわかんないな。そう、日本語だとパワーストーンっていう、こっちイギリスっていうか、まあ英語だとクリスタルっていうから、そう、なんか今日トリビア多いね。こうやってね、日本語でたくさん話しててね、後で英語で話すって言ったんだけど、後で英語で話すときに何を自分が日本語で話したか覚えてないパターンが多かったりするから、話が変わっちゃったりするんだよね。まあ雑談だから仕方ないけど、まあね、こういうその頭をあんまり使わない僕のそのお話ね、眠りに落ちてくれたりとか、まあリラックスしてくれると嬉しいんだけど、でも面白い話で、自分の昔からそうなんだけど、自分でこうやって動画を撮るでしょ。で、編集するときに、今のパソコンカタカタのイメージね、編集するときに動画がやっぱ30分とか40分とか長いと寝ちゃうんだよ。こうやってイヤホンして変な雑音とかなんか確認してあったら編集して、なんか編集ちょきちょきね、ちょき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 
練習して、でなんか1秒1秒チェックするわけよ。それが遅い時間だと寝ちゃうわけよ。パッて、はい、あ、やべえ寝てたみたいなね。ということでこれから英語の話、英語に切り替えようかな。 OK。 So I changed the no, actually I just zoomed in a little bit, just a little bit. So well actually, so that you can probably see my face. Okay, I am a little bit thirsty, so I'm just gonna have this coffee that I made earlier, even though, well, it's nearly bedtime. Right, so I was talking quite random things in Japanese earlier, and I said to them that I would talk these things in English. But the thing is, I don't know if I can remember them all properly, so, well, I'm just gonna talk random things. Anyway, how are you guys? It's been a long time. So I uploaded a video last, I think it was a few days ago actually, and that was just quite random, to say the least. Because the thing is, what I said in the video that I did this, that, I'm still alive, can't remember, stuff like that, and then I only spoke in Japanese in that video, because I felt like it, and to be honest, I don't know whether I am going to be speaking into languages, because I started off in Japanese, and then I was gonna just keep uploading videos in Japanese. I didn't think much then, but then someone actually commented saying, I feel like you can actually speak English. If so, can you make videos in English? And I was like, why not? Okay, cool. So I started doing it. But I don't know. I don't know if I'm gonna be doing that. Or maybe I should, I don't know. It's up to you guys. If you want to see me speak in Japanese or English or both in a video. Anyway,
here's the thing actually that I didn't know, right? So, I made a video in Japanese in the previous one, right? I didn't know that would translate the video into English, because YouTube didn't do that before, but looks like it does now. It's to do with AI thing. I don't quite understand how it works, so that made me actually think whether to make videos in English going forward or not, because obviously if I just speak in Japanese and then the AI would just put subtitles in English, then you would understand. So it's very cool, but I don't know still how I'm gonna use them, those like features, new features, while I was gone, fully. Maybe I shouldn't drink coffee at this time. I found this. Oh, no, here's another thing actually. So, previously I was making videos and just to be sort of professional and was focusing on making good videos with good audio sound. And that's it. So I feel like I didn't really show my personality and stuff like that. Well, I don't know if I have one. So this time around, I'm just gonna go easy, cause yeah, it's like as much as I like making videos, I was burnt out completely. It's like, yeah, it's just too much. It was too much, like trying to come up with ideas and see if you guys like these videos, and then I sort of ended up like looking at the the metrics, like views and likes and comments and all these numbers, and the subscribers, the number of subscribers and all sorts. And I remember I was always frustrated because I knew I wasn't bad. I wasn't that bad making ASMR videos, because I was doing it for some time now. But then they didn't actually reflect on the numbers, sadly. So I was frustrated. And then I was trying harder and harder, but the numbers didn't seem to, go up and stuff like that. So I was like, maybe I just need a break. So I had a break. And a lot of things happened while I was away from YouTube. Maybe I'll get to that at some point, but not in this one. Anyway, so I found this, and I might just drink this instead of coffee that I made earlier. It's not sponsored even. I wish this was sponsored. Yeah, so I don't really drink sugary drinks normally. I quite often would go for sugar-free drinks like Pepsi Max
Max, Pepsi Max Cherry, Tango. If I just go or not, if I do. Anyway, so Tango. I don't know if you have Tango in your country. It's quite similar to Fanta. Yeah, always drink sugar-free stuff. Even, yeah, like when I do now drink energy drinks like Monster, but I would go for no sugar ones. Or else I just drink black coffee. Sometimes if I have oat milk, I would pour a bit of oat milk, cold one, on top of black. So it's like a white, nice Americano, or something like that. Well, I do miss doing stuff like this. Anyway, so this time I have this in purple. I don't know if you can sort of see this astronaut little thingy. I don't know what to call it. So he does this light and it changes colour. And I felt like purple today. And my wallpaper is actually pastel purple. It is called Hokkaido, which is a place in Japan. I got the paint in B&Q. Doesn't matter if you don't know where or what that is. It's a shop. So I got this colour. So initially I wanted like something like purple. So this room is, I call it a therapy room, because I'm a Reiki healer, and whenever I have clients, this is the room that I use for Reiki healing, basically. And I just want it because it's sort of like, when you see purple, it's like rich, but also sort of to do with like a spirituality, which, you know, is sort of what I do. So I want it purple, but not too dark, because I don't want the room to be dark. Especially in winter, they're kind of like depressing, even though I like the colour purple. So I just want it to go lighter, and I was on, what do you call that website? Oh, Pinterest, yeah. So I was on Pinterest and then just trying to get some ideas for the colour. Let me just open this one first. If this is too loud, I'll just mute it or edit that out or something. I do normally drink sparkling water, and sometimes I add like a slice of lemon. It's quite refreshing. What was I? Oh yeah, so the colour, yeah, so it's purple, but it's called Hokkaido.
outside is actually quite bright. But I've got a blackout curtain, so it's dark in here, but the colour isn't too dark, so it's kind of okay for me. And yeah, I hope you like this colour, and that's why I had this in purple, this light, so kind of matchy complements each other. It has been a while, so I don't remember how I used to do things, and I just heard a kid scream outside, very loud. Anyway, what sort of content would you like to see? Or would you prefer me speaking in Japanese? Because I feel like my Japanese videos tend to be popular, not the long ones, I guess. Yeah, I'll tend to get more views or something, maybe, because you guys like those videos. I don't know. Anyway, I wanted to go to the gym, so I got changed, and then I didn't go because I was doing something outside, and then came back and came home, and I was like, I just need to sit down for like 10 minutes or something. So I just sat on the sofa, and I was on Instagram for my I have a few Instagram pages, and then one of them is the for the Reiki healing Instagram, and I was just scrolling, and yeah, that was in 10 minutes. That was like an hour. And I was like, oh crap. I wanted to go to the gym, but I didn't go. I might go tomorrow. Whenever I go to the gym, so I don't really drink. I used to drink a lot. Like drink alcohol. I used to drink a lot. I used to go out like 3 times a week. And then sort of like, I don't mind drinking, but I don't really drink now. So I don't drink, I don't smoke, and I don't do drugs. I've never done drugs. So the only thing I can sort of release stress, yeah, as I was looking forward to actually going to the gym. Because whenever I work out, I feel like I am sort of like aligned, or I can make myself aligned, so that I'm like ready for anything. It's really good for my mental health. Other people will be like, "Oh, why are you going to the gym?" Like crazy. But I'm like, I don't do these things for stress management. So this is the only thing that I can sort of like manage my stress level. Like going to the gym, I just be like I put headphones or AirPods and stuff like that. Sometimes I listen to music,
podcast or some YouTube videos. Sometimes like the videos like mainly videos like spirituality and stuff like that, and they're all in Japanese normally, because they normally go in depth, unlike English ones. Podcasts. I listen to sort of like business stuff, entrepreneurship, and Reiki, spirituality, and English, and in Japanese, and stuff like that. Yeah, it's quite fun. And then when it comes to music, when I'm in the gym, I do listen to sort of like a loud, like music to get me going, basically. And then when it comes to like a stretching, I just listen to very slow music, or sometimes like a Reiki healing type of music. And then my routine is sort of like after stretching, I just calm myself down, and then I meditate for like 5 to 10 minutes. And then that's sort of like my routine, I guess, whenever I can, really. So do you have any routines for your like stress management or anything, really? Or if you go to the gym, do you do anything special, anything? Yeah, just let me know. I'm trying to listen to outside, because I can hear something. Anyway, I don't know how long I've been talking. So I've got a little monitor here that's attached to the camera, but I can't really see it because it's small. And this mic is connected to the camera, so it captures all the audios and stuff, which makes it harder to see the timestamp. Anyway, I missed you guys, and yeah, it's nice to be back. And I think this is not planned, but I am visiting my family in Japan, and soon I haven't bought tickets yet, because I need to sort of finalize the dates. It won't be long. It'll be like a week, or max 2 weeks, maybe a trip. But the flights are quite expensive. Yeah, so that's something that I'm quite excited, because the last I saw my family was back in 2019. So that was actually 6 years ago. Yeah. Just over 6. No, actually, yeah, 6.5 years ago. Which is crazy. Absolutely crazy. I feel like. So that was 2019, and then before that, that was 2014. Summer 2014. And then 2012. Yeah, so I left the country back in 2011, and then went back to Tokyo in 2012, and then moved
to the UK, and then visited my family back in Tokyo in 2014, and then 19. So it's crazy. It's crazy. Like, here's the thing: I wanted to go back to see my family in 2020 because that was when the Tokyo Olympics was supposed to be held, but then the thing happened. Yes, so this country, the UK, went into lockdown for a long time, which meant that everything was just shut. Yeah. And I was like, maybe I should just go soon, like go and see my family soon. And then now it's 2025, and it's now in September. It'll be 2026 soon, so crazy. It is crazy. But anyway, I'm very excited to see my family, especially my mom. Yeah, my big family. And I have now nephews and nieces that I have not met yet. So, I can't wait. And I'm sure I'll probably capture some footage and stuff like that. I think I'll just film a little bit, maybe if I can. So I might just bring my camera and stuff like that. Yeah, anyway. So I think this is it for today's video. This might be a lot longer than I expected, planned, but I hope you like this. Sort of like a long video. The first part is in Japanese and the second part, which is this one in English, so yeah. Cool. And I might create like a compilation videos for all the whispers from the beginning, like a few parts. It's gonna be like a long one. That might be good, I think. Something you can fall asleep. Anyway, I hope you like this video, and I'll see you. I want to say soon, so see you. Night, 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 night. おやすみなさい。バイバーイ。